でここら辺がもっと外観は綺麗になります。結局あれですよね、本茶の型になると例のしましま模様がなくなるんですよね。はい、すごい綺麗になる。こういうなんか 3D プリンターの跡がなくなるそうです。ただやっぱり中のジャケット類は今回プリンターじゃないともうできない形状にしちゃったんで、おっしゃってましたね。全部プリンターでいきます。ここの隙間は多分ねあんまりないんじゃないかなと思ってるんですけどね、だいぶ。ここって削っていくとどうなりますかね、最後この今隙間が空いてるところ。これには近しいと思いますけどね。ほぼつながる形にやっぱりなりますよね。ここはなります。そうこうなるんで。そうですよね。はい、こうなる方向で今。いつもお世話になっております JMC の鈴木です。今日は何をしますか？今日はですね、静岡県にある JMC ミーリングセンターといわれる加工の、工場の方に来てます。L 型ヘッド、JMC ヘッドの今回は前回鋳物を作ったんで、今回機械加工の工程を詳しくお話ししたいと思います。機械加工は、鋳物だとやっぱり寸法精度っていうのがもう本当にプラマイ 0.5 ミリとか、そういった今状態なんですね。なんでこの平面を出すとかっていうのをこうもうタップを開けたり面を削ったりしていわゆる加工でいうとこうキラキラした状態になるんですけど、そういったもう寸法がどうしても必要なところに関しては機械加工で全部寸法を出すと、鋳造品で出せない寸法を加工で出すっていうのが、いわゆる機械加工です。今回のヘッドの場合はどういう部分に加工をするんですか？もう本当6面全部に加工入るんですけど、基本穴は全部、やるのと平面の部分と一番重要なのは多分燃焼室で、これがハート形状の燃焼室で、ここが一番結構ヘッドでは肝になるので、ここのもう加工を全部行うというのが今回のテーマですね。今回どんな工程でどんな順そうですね、番で加工を？工程は6工程あって、で一番最初はこう平面を出したりとか基準面を作ったり、次はこの反対側とかで結構長い穴もあるので、横型のマシニングセンターっていうところでこう右から左から穴開けたりとかっていうので結構工程を分けています。で特に一番最後の第6工程っていうのが、一番大事な燃焼室。これはもう1個加工するのに1穴そうですね1時間とかずっとかかるような穴があって、一番大事なこの平面度を一番最後にもう一回引いて終わるっていうようなこう工程別にこう今回は加工の方をしています。技術ではなくてどちらかというとプログラム、はい、加工機、いわゆる刃物をどういうふうに動かすかっていうところを、CAM というソフトを使って操作線、どういうふうに加工するかっていうのがもうほとんど全部決まる。あとは穴の位置関係っていうのが全部こうつながってるので、その寸法を出すためにこう全部6工程のジグをこう作りながら、一個一個進めていかなければいけないという、はい、加工の難しさはそこにありますね。はい、で6工程分かれるうちに、シートリングとかバルブガイドっていう、いわゆる異金属ですね、鉄とか銅とか、ベリウムとかいろいろ種類はあるんですけど、それを今度はこう無理やりこう押し込んでその部分だけ強度を持たせたいとかっていうのがヘッドの特徴なので、そういった途中でこう圧入する工程なんかも入るのでやっぱり工程が分かれてくるっていう、そういった難しさがありますね。特に我々こう01で全部作るので、普通はこのバルブガイドって買ったものにこう入れ替えたりするので、その基準を元にバルブを入れたりとかって合わせるんですけど、僕らの場合は一から全部作るんで、もう取り代がついているいわゆる後から加工できる状態までこう持たせたバルブガイド、これを入れていっぺんに全部加工しないと寸法が出ないので、いわゆる手の作業が一切ないっていうのが我々の特徴で、多分皆さんショップとかいろんなところでやる人たちのは非常に器用な人たちがもう職人芸みたいな状況なんですけど、我々はそれを全部機械でやる、デジタルでやるっていうのが多分今回のヘッドと、今までのヘッドの大きな違い。6工程全部でどれくらいですか？6工程で1工程から5工程ぐらいまでは多分4時間ぐらい
かかります。1個2時間の工程があったり30分の工程があったりとこう分かれていくんですけど、一番最後の第6工程の燃焼室の全部の切削、これがもう、1穴6時間で6気筒なんで6時間ぐらいかかるという、結構加工時間がかかるっていう状況ですね。最初なのでちょっと長めに加工時間を取ってるんですけど、ここからこう条件を詰めていってちょっとずつ加工時間はもちろん短くはしますけど、今のところまだトータルで9時間ぐらいはかかってる、9時間10時間ぐらいはかかってしまう。量産というかある程度数流せばもうちょっと効率は良くなるのと、本当の車のメーカーさんの量産っていうのはそのポートなんていうのは加工しないので、もう出来上がった金型で作ったものをそのままやっていくんで、多分加工時間も1個1時間もかからないで量産はバンバンする。我々は今回は全部その形状を彫るっていうことをするんで、すごく時間かかってる。この後の展開というのは？そうですね、これで加工が全部終わったら一旦我々としてはものづくりは終わりなんですね。でエンジンに組み込むのをプロショップ中川さんの方で実機に、入れて、いろんなテストをして走ってっていうことを繰り返して、問題がなかったら積んだエンジンで走るということをやります。また詳細は別途案内します。